格ゲー喫茶ハメジュン。ここは格闘ゲームを愛する人たちのたまり場。格ゲー喫茶ハメジュンって番組、みんな見てくれてるのかな。見てるとしたらどういう風に見てるのかな。私は YouTube で見てます。マジ、俺はリアタイ派。リアタイ。やっぱりね、生で見なきゃって思うよね。マスターは？自分は見れる時はリアルタイムで見てるんですけど、結構土曜日にゲームの大会があったりするので、そういう時は後日 YouTube で。YouTube で。小学生の行けたら行く理論だよこれ。あ、いらっしゃい。じゃあ、あ、もうね。鉄拳の有名人がいっぱい来た。よろしくお願いします。お願いします。今週のゲームは鉄拳7。美しいグラフィック、直感的な操作性、国内外で長年ゲーマーに愛され続けるシリーズ最新作。今夜は競合ひしめく鉄拳シーンの中で輝きを見せるプロゲーマー4人をお迎えしてのスペシャル版でお送りします。日本屈指の鉄拳プロ集団チームヤマサ所属ユウ選手。その圧倒的な知識量と経験を武器に長きにわたり鉄拳界を牽引し続けるトッププレイヤーです。今回が2度目のご来店。鉄拳シーンにおいて最強の盾と言われる武選手。堅実な守りで数々の勝利を築いてきました。唯一無二のプレイスタイルでファンを魅了する用心ボーイ選手。大阪を拠点に活動しゲーム配信も積極的に行っています。会社経営者兼プロゲーマーという異色の肩書きを持つ丈太郎選手。新世代を担う注目プレイヤーの一人です。シーンの最前線で活躍する選手同士、お互いのことをどう見ているのでしょうか。まずはユウさんの印象をお三方。ユウさんの印いや黙るね。あんまちょっと大きい声で言われへんわ。象。でもユウさんは僕同じチームなんで、やっぱり本当にすごいしっかりしてる。とりあえず何もかもが面倒見てくれます。それ間違いない。すごいツンデレっていう印象ありますツンね。デレなんだ。そうだから僕結構いろいろお願いしたりとか、遊びに行ったりとかすごい冷たい感じであしらわれるんですけど、まあ、ちょっとしたらもう結構いい感じに出れてくれるんでめっちゃ好きです。ゲームを始めた時にもうトッププレイヤーだったんで憧れの存在だったんですよ。すごくお父さん的な存在ですね。わかるわ。じゃあ次はタケさん。タケさんはね、真面目そうに見えてね、何も考えてないよ。チーム山佐、優、のび、たけの3人なんですけど、はい鉄拳に対して真面目で熱いところがあるのはたけなのかなと思います。負けた後とかの声のかけづらさ、いい意味でも悪い意味でもなんですけど、そういうのをやっぱたけが一番感情がすごい。結構叫んでたりするよね。だから言ってんじゃんみたいな感じで。意外かもしれない。日本の大会とかでも家族連れてきてることが結構多くて、息子の前ではもうデレデレでもう可愛くてしゃあないんですよ。でそのデレてる竹を見るのも僕めっちゃ好きで。僕はあんまりもちろん付き合いは長くないんですけど、最初すごい怖い印象があったんですよ。寡黙なんで寡黙で集中してやってるんですけど、喋ると結構かなり話しやすい。これいい感じの流れ来てますよね。はい。じゃあ続いて用心ボーイさんの。本当ザ関西人みたいな感じであー確かに本当に明るい。であと試合に負けても常にポジティブ。だからそこは結構見習いたいなっていう部分はあります。そうなんだ。ゲームのリスナーの人って選手の負けた直後の表情とかリアクションって結構見たがるじゃないですか。確かに。で彼は一番鉄拳界の中では感情を出すんで確かに面白い。勝った時も負けた時も感情表現が豊かな用心ボーイ選手。2018年プロライセンス獲得をかけた丈太郎選手との一戦ではフルセットフルラウンドで敗北を喫し悔しさが爆発。その場で倒れ込んだりずっと動かなかったり泣きながら大の字で。僕はその対戦相手だったんですよ。あの時はなんか試合後挨拶できへんくてごめんね。じゃあ最後に丈太郎さんの。聞いたところによると、伊藤忠商事っていうとんでもないすごい大企業のなんか家柄だっていうのを聞いて。どういうことどういうこと？なぜ鉄拳プレイヤー？いや大好き。もう中学生からずっとやってるんで。でも全然身内とかで会ってる時金感を出さない。むしろ庶民的まで。庶民的。
松屋大好きです。そうそうそう。ゲーセンにも週何回も通ってて今でも。僕は当初彼のこと、すげえだらしないやつで嫌なやつってイメージはあったんですよ。プロレスのヒールじゃないですけど普通に舌出したりとか、僕が負けて、僕が大の字に倒れて、そのちょっとした後ぐらいに僕が YouTube で放送してたら丈太郎君が来てくれて「あの時は対戦ありがとうございました」って言ってくれて、挨拶ちゃんとできる子なんやと思って、やっぱしっかりしてる子やなっていうのが僕は感じてますね。ちょっと気になったんですけど、皆さんで飲みに行かれたりとかってするんですか？ない。僕はないかな。ない。僕全く飲めないんですよ、お酒。そうなんですね。僕もないですね。昨日ゆうさんと飲みましたけど、夜中の12時に押しかけてきたんですよ。今東京着いたわってそういう時も最初ピリピリしてたのに、なんかじゃあお酒に行くみたいな感じで「お行こう行こう」みたいな。出れ相手をしてくれるっていうのがね、カゴも持ってくれるし、カゴも持ってくれる。カゴ持ちそう。コンビニでこうやって今日どれ飲もうかな、ワイン久々に行こうかなとか思ってたら、カゴ持ってもうつまみも入ってるんですよ。つまみ入ってそう。先んじて入れてそう。マスターから見て皆さんってどんなプレースタイルのプレイヤーなんですか？まずユウさんは本当に今ベテランのプレイをするんですよ。玄人好みの。でしかもすごい守りがすごい上手いプレイヤーなんですけど、その点ではそのタケさんも、むしろそのタケさんっていうのは本当に守りが一番上手いぞって言われてる。で結構近いところがあると思うんですけど。私は守備的でも相手のことを信用するタイプ。この人はここでこういう技を打ってこないからじゃあ露骨にいっちゃおうと思うタイプで、でもタケは相手のことを信用してないんで、この人はこういう性格なんだろうな、こういうところで技を振ってこないんだろうな、だけど俺はいかないよっていうタイプ。そして用心ボーイさんといえばやはりギガースというキャラクターを使って一気にこの名前が知れたというか。世界最高段位になったって聞きました。コミュニティが狭いからすごいなんか濃厚なんですよね。人が少ないから。使い手が少ないがね。でそこで情報共有しながら新しいことを模索してるうちに今のスタイルが出来上がったって感じですね、僕は。丈太郎さんはなんかそのやっぱ新世代っていうイメージですよね。他の3名と比べてやっぱセブンから出てきて大会に出る数が増えてどんどん強くなってってるイメージがあって、今ではそれこそ鉄拳セブンの若手の中でも筆頭のプレイヤーというイメージです。でプレイスタイルはすごい丁寧なプレーが信条なのかなと。守り寄りだと思いますね、僕も。はい。いやーダメだ、これ面白いけどやっぱりこの人たちプロゲーマーだしさ、ライセンス持ってる超強いから彼らのプレー見たいんですけど、さすがに鉄拳置いてないっすよね。温めておきました。本当にマジで鉄拳って温めるっけ？他です。じゃあほっかほかの鉄拳やりましょう。4人もいるのでトーナメントやっちゃいましょう。第2回ハメジュンカップ。はい、ということで今回第2回ハメジュンカップは鉄拳セブンを題材にやっていきます。ということで第2回ハメジュンカップ開催。4人によるトーナメント戦です。そして4選手はくじ引きで組み合わせを決定していきます。シードの C やん。抽選の結果、丈太郎選手対ユウ選手、タケ選手対用心ボーイ選手という組み合わせになりました。ここでマスターハメコから優勝商品の発表が。優勝者には盾が贈呈されます。しかもそれだけではなく、この盾を持った写真をこちらの各劇サメジュにて飾らせていただくと。マジですか？毎回じゃあ優勝者は毎回映っちゃうっていう。そうなんですよ。はあ、これはすごい。まず初戦は新世代の実力者丈太郎選手と歴戦の勇士ユウ選手のバトル。ちょっと今僕動揺してるんですけど、丈太郎くん確かメインキャラノクティスで、でもカーソル合わせてるのがリロイ・スミスなんですよね。わかんないですよ、これ読み合いになるかもしれないですけど、確定されるのであればだいぶ厳しいですね。1ヶ月ぐらいずっとこのキャラ毎日練習してて、なるほど。なんでここでちょっと試してみたいなと思って使います。なるほど、わかりました。それでは試合の方を始めていただきたいと思います。お互い中国拳法ではありますが、このリロイは英春拳、そしてこちらペンは中国拳法。まず細かい技。今のハイでどっちを応援してるか分かどんな声を出しても OK です。はい。接近戦が得意なリロイに対してユウ、おっとここうますぎる。
昇竜門というさばき技、しかしここはどっちもうまい。巨歩という交代する構えを使って反撃を決めた丈太郎のリルが0状態ですが、ジャブで落としてクリューまで運んでいきます。若いなという、お棒でしっかり補正を切り、あ、そっち。残らない見事なコンボ判断。このリロイというキャラクターは上海連撃というその棒を使った棒術の攻撃があるんですけど、1回だけ出せるやつこれはそう1試合に1回だけ出せる。でこれをですね、壁コンボのダウンした瞬間のいわゆる補正切りというタイミングでですね当てることでコンボをめちゃくちゃ伸ばすことができるんですが、それをもう1試合目1ラウンド目で出してまして、めっちゃ減ってんだよ。めっちゃあります。これがリロイ・スミス。このまま削り取るか、壁を使えば逆転はあるでしょうが、あるよ。あるあるある。全然ある。2状態、この U の体力は1ドット、レイズドライブ、さらに崩していく、壁の上り反転攻撃からの振まあ、り向きユウさんはローキック。日本取られるまで遊ぶから。え、そんな人いる？さあこれで、このリミットビットステージが遷移しまして、無限ステージ、壁のないステージへと変化しました。こうなると壁コンボ、壁を生かした連撃というのは難しくなります。壁がないことで、はいコンボのダメージは下がりますよね。そうですね、全体的に下がりますし、その壁攻めですよね、壁に追い詰めた後の置き手もなくなりますので、荒れづらくなる、なるほど。防御力に自信があるプレーは生かしやすくなると。ここは PK などをうまく使って緊張してんじゃん。日本とって硬いよ、丈太郎。ユウが取り返した。壁がないとやはりその距離を取りやすくなりますね。距離を取った時にこの交代した場合にやっぱ壁が近づいてしまうんですけれども、壁がないので自由な位置取りは可能。それをうまく使ってラウンドを取り返したのがユウということでしょ下がることのリスクはなくなっていくんですね。う。コミン型からのダウンウィス、そして混乱追の投げ技。壁がない方がね。壁ない。昔からやってる人間は有利やから。外野のね、ヤジの感じもゲームセンターを彷彿とさせていく。でさ削っていきます。盛り上がってきた。これで2-2。本当に2本目まで遊んでいたのか？無限ステージになってからユウの動きが切れ味が増してきています。始まったガードさせると反撃が痛いんですけれども、うまくタイミングをずらしてやっていった。もはや U の必殺技になってましたね。そうですね、非常に使うのがうまいんですよね。ここはカウンターヒットからしっかり追撃だが、あっと入らず倒しきりには至りませんが、置き攻めがあるぞ。どっち？振り向きローキックからローキック、うまいぞ横からどうなる？総流転送。しかしコンボ無理ねえなお前。置き攻めに持ち込む。あー、嘘でしょ。おお、あるのか？あとワンチャンス。でレッパーからスクリュー、レイジアーツにつないでいく。このレイジアーツは自分の体力が少ないほどにダメージがアップします。最大ダメージと言っていいでしょう。この後ワンチャンス、ざわどうなるか。ざわ。いや、勝者男の LPLP。うわー、いい戦い。運が良かったところも結構あったので、きついですね。もう本当にきつい。そうなんだ。ステージ変わってからすごかったですね。無限になってのどっしり感とかはやっぱり本当に経験値が出るので、その辺でやっぱり僕はまだまだ未熟だなって思いましたね。それでは第2組み合わせ目、こちらをやっていきたいと思います。続いての試合は武選手 VS 用心ボーイ選手。いや結構タケとは大会当たってまあ勝ったり負けたりで最初結構勝つこと多いんでちょっと勢いのままいきたいですね僕は。ありがとうございます。勢いにやられないように冷静にやりたいと思います。このステージ四角形のステージになっていまして、隅に追い詰められてしまうとかなり脱出が難しいので、そこは一つポイントになるでしょう。ギガというキャラクターはリーチに優れているんですが、その分接近された時にちょっと押し返しづらいところがあります。対してこのスティーブはやはりそのボクサーということで足技がほとんどないんですが、値段をうまくさばいていくのが用心ボーイ、そして壁際の背負いに持ち込んでいく。ここから脱出したいところですが、その賭けに対してうまくしゃがみパンチでワンツースリーを止めた。スイはこのようにその上段攻撃、回転の速い上段攻撃たくさん持ってるんですね。連携が非常に豊富なキャラクターなんですけども、それに対してギガスでしゃがみパンチ、しゃがみステータスを使って上段をかいくぐりながら止めたのは非常に見事でした。おっとここで浮かせていくのは用心ボーイ、壁で運んでいくか。
壁コンボからの置き攻め有利な状況を作るが、ここでウィービングというこの、ステップですね。スティーブならではの動きでこう返していきました。ただ体力差はついています。しかも壁に追い詰めているのは用心ボーイの方と言っていいでしょう。レイジのスティーブに対して下段で崩してからのちゃぶ台でフィニッシュ。キャノンの特性なのかプレイヤーの特性なのか密着してる時間長くないですか？そのやはり用心ボーイ攻めがうまい、技を当てていくいわゆる当て感が非常にあるプレイヤーで、そこを生かしています。ハケとしてはちょっと防戦一方というところでしょうか。ストッピングライトでの中段でのここはクイックレフトフック、痛いことになりそう。フェイントをかけてのフックでカウンターを取って、さらにダーティースマッシュ下段技、スティーブの中では珍しい足技でフィニッシュです。踏みつけですよね。おっと浮かしているの、大きなダメージになるか。思わず声が漏れる壁際、ただちょっと軸は難しかったか。カウンターショッピングライトから浮かせてここでフリッカーからのターンパンチ。運び能力すごいな。お互いにやっぱりそのゲーム的にも空中コマ決まるとかなりの距離をこう運ぶことができるようになっています。状況は若干用心深いか、いやここで10カウントしっかり抜けている。カウンタークイックトンネル狙われてた狙われてた。しびれるな。ヒールの最強の技です。ファイナルラウンド勢いでいけるか耐えるか。先に2ラウンド取ったのは用心ボーイだったんですが、そこから竹が取り返してのファイナルラウンド。しかしまず先頭は用心ボーイ、しかしここで下段をしっかりガードして反撃を決めるのは竹。ただ体力差があるぞ。感激下段シャガーパンで割り込んでハウリングビストから投げを置く。追いついてきた2発目が浮かせている。やばい。壁際でかいので限定コンボ残るが下段でフィニッシュ。勝者竹。カウンターを狙ってたんですけど、あんまやっぱそれ警戒してて全然手出してくれなくて、僕もずっと我慢してたんですけど、もういいやここで打っちゃえって時に2回カウンターしてくれたんで、いやもう話しちゃうやんみたいな感じですね。ですよね。早い上段でカウンターの技を警戒しつつ、ここでは打ってけへんやろっていうところで2回打たれて、そのらしくない打ち方をされて、当たりましたね僕は。強い。キャラが強いキャラが。やってまいりました第2回ハメジュンカップ決勝戦。決勝はユウ選手対タケ選手、チーム山佐同士の対決となりました。その海外遠征行くとノビが先にぐっすり寝ちゃって深夜までやってるのって僕ら2人でずっと練習してるんで、手癖とかもすごい分かってるからゆえになんか攻めきらないとこがあると思うから、つまらないんじゃないですかね。大丈夫です。マスターが盛り上げます。マスターの任せてください実況が盛り上げます。前回番組でノビ倒してるんで、ちょっと山佐で一番強いのは僕だっていう確かにここで示したいな。ということでハメジュンカップ決勝戦 1P 側左側がユウの操るフェン、そして 2P 側右側がこちらタケが操るスティーブボクサーです。まずはお互いやはり様子見から入っていく。ここで中段を一つ決めて体力リードを奪ったのはタケ。このスティーブというキャラクターはやはりそのディフェンス能力が非常に高いので、序盤にこのリードを許してしまうと崩しづらくなりますね。ここに対してユウはしゃがみ状態の技をうまく使って接近しようとしたんですが、このラウンドはタケが削り取っていきました。タケが果敢にまず攻めたことで体力リードを取った、そのまま倒しきりましたね。ここはしっかりとコンボを決めて、おっと入管学数2発目からのヒット確認をしっかりしている。一気にユウがリードです。体力リードしたらあとはもうって感じですよね。ここで0時になったタケなんですけれども、壁を生かせば十分逆転可能か、いやそこをしっかりと刈り取るテッサこれで 1-1。 マスターと用心ボーイさんが盛り上げている。中段からここもおっと軸が悪いか、2発目カウンターリレーをかけて出し切っていきました。あえての選択肢、ここはすぐさま最速で打っていきますが、しっかりとユウも反撃。おっとここでスキルに持ち込んで運んでいきますが、ちょっと遠いか。置き攻め中段、これガードダックスンコぶっ放していきましたが、しっかりとガード。ただ反撃はあまり大きなダメージになっていない。投げ抜けている。
竹が追い詰められています。ああ、混乱つい抜けられなかった。投げ技。いや竹は日本取られるまで遊ぶから。そんな人いんのかな。なるほどね。まあでもさっきそれで勝ってるからな。はい、ユウがリーチです。肩の攻めから両パンチ。経験値だな。ショッピングライト、フレームガード。若干ながら竹はリード。タイミングは五分ね。ステージは中央です。一旦距離を取るのは竹。体力差ほとんどない。細かな距離。うわ、これは息詰まりそうだ。何か大きな技が当たるとですね、一気に壁に行ってしまいますから、お互いにその浮かされる過ぎてるけことは。ど体力半分減ってないけど大丈夫か。おっと、蹴っていく。ここは前両パンチ。しっかりと反撃。いよいよいよもう一回当てんだ。これで体力差ついたぞ。竹がリード。が横から失礼してワンツースリーフォー。さらに置き攻め有利な状況からチームワンに一緒で返した。やっぱりこうなるんですね。2位にファイナルラウンド、さあ優勝はどちらの手に。山里はいはいはい、リーディング。アッパーから先手は竹、壁まで運んでパラベリウム。もう体力半分を溶かしていきました。ここはコンロンツに抜けさせて位置を入れ替えるという U の手。なるほど。だがこれクイック使った。いやまだ知らない。まだ知らない。できれば一気に陸上ギリギリまでいった。はい、そして有利。そしてリーボルト。決めた。第2回ハメジュンカップ優勝は竹。おめでとうございます。最後は強烈なカウンターで勝負を決めました。竹選手はこれまで2回の出演で負けなし、文句なしの強さでした。僕の写真が飾られるって聞いたんですけど僕がいないのに出れちゃうなんてすごい嬉しいです。ありがとうございます。にこやか。おめでとうございます。優勝はそういうことですよね。もうしょうがないですね。これはしょうがない負けです。もうクイックフックをがあるのはもう間違いないんで、あれ行く時はギャンブルなんですよ。その警戒しても仕方ないんで、この技を打ちに行った時にカウンターになったらしょうがないと思って打つしかないんで、それを今引いたんで彼は持ってます。飾られる資格がある男です。なるほど。山田同士のコメントが深い。第2回ハメジュンカップ優勝者の竹選手には後日盾が贈られ、その写真を店内にしっかり飾らせていただきます。おめでとう。ということで、今宵の格撃喫茶ハメジュンもそろそろ閉店のお時間となってまいりました。はい、ずっとこの喫茶店遊び来たかったんで、嬉しい。それが叶ってめちゃめちゃ嬉しいです。めちゃめちゃ楽しかったです。格闘ゲーマー同士で飲みとか飯とかあんま行かないって話したんですけど、それがこの場でできてすごい楽しかったです。確かにね。裏側だから普段聞けないですからね。優勝できたんで、もう試合終わった後感想言わなきゃなと思ってたんですけど、もう優勝しちゃったんでもう何でも良くなっちゃいましたね。何でも良くなっちゃった。まあちょっとはいはい、ピーピーピー。まあ喫茶ハメジュンのコーヒーチケット買って明日も来ます。ありがとうございます。いいの。今夜の格撃喫茶ハメジュンはお客様、丈太郎さん、用心ボーイさん、ゆうさん、そしてたけさんでした。またのご来店をお待ちしております。ありがとうございました。次回の格ゲー喫茶ハメジュン、過去の名場面を未公開シーンも含めて大放出。お楽しみに。